配慮と完璧さの証拠の例は何ですか？回答例は無限にあります。そして地球の薬ではそれを封じ込めることはできません。そして、もし地球に木の檻だけがあり、その後に7つの海が海に水を供給したとしても、神の言葉は尽きないでしょう。本当に、神は力強く、全知であられます。27スーラトルクマン。宇宙のあらゆる原子は、今日の私たちの知識の摂理の証拠であり、明日には、の事実を知ることになるでしょう。グルコース消化ホルモンであるインスリンは、食べた量と同じ量の砂糖とともに膵臓から分泌されます。B、心臓が血液を送り出す力は、発揮される努力に応じて筋肉が必要とするエネルギーに等しい。C、食べ物が口に戻って害を及ぼさないようにする胃の弁。D、出口バルブにより、いつでも衣類を傷つけません。E、頭蓋骨の骨は、母親の子宮から安全かつ簡単に降りてくるまで合わしません。なぜなら、頭蓋骨が融合していれば、壊れるまで母親の子宮から出てこず、成長が完了するまで成長が完了しないからで、あなたの脳の発達は完了しています。そして、電気信号を伝達するすべての神経軸索は、現在の電線と同様に絶縁層で覆われているため、電気信号がそれたり、失われたり、不快感を引き起こしたりすることはありません。G、電子は原子核の周りを秒速 1000km の速度で回っています。そうでなければ正の原子核との引力で電子は原子核に落ち、中が始まる前に崩壊していたことでしょう。これが理想です。原子が形成される速度。2つの水素原子が融合すると、水素の質量の 0.007% がエネルギーに変換されます。この質量が 0.007% ではなく 0.006% だったら、陽子は中性子と融合せず、宇宙は水素だけになり、残りは水素だけになります。たとえ変換された質量が 0.007% ではなく 0.008% のエネルギーになったとしても、核融合は非常に急速になり、宇宙から水素が即座に消滅し、水素による生命は不可能になります。数値は 0.006% から 0.008% の間である必要があります。I 電子の質量は中性子の質量の 0.2% に相当し、これは原子形成の表、純質量です。J 発芽後、目は光に非常に敏感なので、目は光源に直接向き、根は下を向きます。目が仕事をするために必要なすべての情報は種子の中に暗号化されています。植物の情報及び横方向の成長、及び根の方向、これらすべても種子の内部にコード化されています。K、あなたが美味しい果物を食べて、乾燥していて味のない種をあなたから投げ捨てている間、果物はあなたに美味しい味を得てくれる一方で、その遺伝子を隠しているので、あなたはそのものにその遺伝子を伝えさせていることになります。その生命の起源は、あなたにとって魅力的ではない、滑らかで乾燥した種子の中心にあります。この種を地面に投げると、適切な条件が整うとすぐに、枝、小枝、根を含む果樹が形成され始めますが、これらすべてが植物の中で何も気づかずに起こります。L、誰がその口が聞けず耳が聞こえない果物の情報を管理し、あなたが好むように砂糖の量を調整したのですか？それでは、誰がその種を受け入れられず、口に合わないものにしたので、あなたがそれを放棄し、捨てるようにしたのですか？では、そのすべての詳細と機能を備えた新しい植物を作成するのに、十分な遺伝情報を種子にロードしたのは誰でしょうか？ M、最近、私たちが生きている慣性は宇宙全体の質量の産物であることが明らかになりました。慣性とはどういう意味ですか？車に乗っている時に突然車が止まったらどうなるでしょうか？先へ急げ。そうではありませんか。これは惰性または惰性です。もし私たちの世界の慣性が今より小さかったら、ほんの少しの風で岩が動くかもしれません。このような世界では、私たちは常に様々なものの攻撃にさらされています。もし慣性が今より大きかったら、私たちは指を動かすことさえできなくなるでしょう。慣性力または慣性力は質量に依存します。物理学者を驚かせたのは、
私たちの太陽系を含む銀河系である天の側銀河の質量は慣性の制御に100万あたり 0.1 しか関与していないの。に対し、地球の質量は慣性の制御に100万あたり 0.001 しか関与していないということでした。私たちが生活し、すべての活動を実行する理想的な慣性は、宇宙全、体の総エネルギーの産物です。そして我は、天と地と、その間にあるすべてのものを無駄に創造したのではない。それは不信仰な者たちの思い込みである。非か。らの不信仰な者たちには、実に災いである。27スーラ P13。科学が発展するにつれて、知恵の脅威と創造の繊細さが明らかになります。N では、目に言ったらどうなるでしょうか。そのかけがえのない祝福。我らは彼のために目を作ったではな。いか。スーラアルバラド。目の解像度は576メガピクセルに相当します。目には世界で最も純粋なレンズが含まれています。網膜の光受容体の大きさは 0.5 平方ミリメートルを超えない。それは、様々な次元で1000万の色の色合いを区別しており、奇跡であり、驚くべき神の創造物です。目の前の何かを見て光が網膜に当たると、この瞬間にいくつかの複雑な化学プロセスが起こり、最終的に電流が生成されます。この電流は網膜から神経線を介して脳に伝達され、脳はここにあります。まるで脳が受け取った電流を目の前にあるもののビジョンに変換する統合された辞書を持っているかのように、この電流の周波数を視覚として解釈します。よく考えてみるとすごいことですね。想像してみてください。この脳は暗い骨の箱の中にあります。暗い箱は頭蓋骨です。電流だけが脳に到達します。脳はこの電流を視覚としてどのように解釈するのでしょうか。彼はどのようにしてあなたにビジョンを与えましたか。この奇跡は目を開けてみた瞬間に起こります。同じことが聴覚にも当てはまります。音波が鼓膜に入ると、鼓膜は音波を波から機械的な動きに変換し、この機械的な動きは中耳の内側にある3つの非常に小さな骨を通って内耳に伝わり、そこで電流に変換されます。この電流は内耳から脳に伝達され、脳がこの電流を音に区別し始め、音が聞こえるようになります。これらすべても、ほんの一瞬以内に起こります。そして、神は、あなたが何も知らない間にあなたを母親の子宮から導き出し、あなたが感謝できるように聴覚と視覚と心を与えました。7-8スーラ。アンナール。脳が目、耳、触覚、味覚、嗅覚、そして体の様々な器官から両何千もの電気信号を受け取り、これらすべての信号を正確に区別し、どの信号が最も素晴らしいかを想像してみてください。これは神が創造したものです。だから、神以外の人々のために神が何を創造したのか見せてください。むしろ、悪行者は明らかな理を犯しています。11スーラルクマン。すべてのものを完成させたのは、神の創造物です。確かに、神はあなたの行いをご存知です。88スーラーアンナムル。神の祝福の一つを数えているこの人は誰ですか。できるだけ体を動かすために、体のすべての関節とすべての骨について考えてみましょう。骨間の摩擦や腐食を起こさずに動くことができる滑らかな関節を得てみてください。この関節には、機械の関節に塗られるグリースのような液体が神によって注がれています。神の祝福について思いを巡らせ、神の祝福に感謝してください。神に栄光あれ。神の祝福は数えきれないほどあります。神が天にあるものすべて、地にあるものすべてをあなたたちに従させ、目に見えても隠れても神の祝福をあなたたちに与えておられるのに、民の中に神について不当に争う者がいることを見たことがないのか。知識も指導も啓発的な本もありません。20スーラ。ルクマン。